非常に難しい、この人だと思ったきっかけ。こんにちは、カレンです。元気ですか？ちょっと私の変化気づいた方いらっしゃいますか？そうなんです。髪の毛をバッサリと切りました。いやずっと切りたかったんです。ずっと切りたかったんですけれど、いろんなお仕事の関係で、見た目を大きく変えられないっていうので切れていなかったんですよ。なんですけども、今回 OK が出まして、はい、切れました。家族からは結構いいじゃんとか、なんでそんなもったいないとかも言われたんですけども、ロング派の夫がいいじゃんって言ってくれたのが結構嬉しかったです。はい、今日はそんな夫との馴れ初めやエピソードをいろいろとピックアップしてきたので、それについてお話ししていこうと思います。それでは始めてみます。夫とは駅で出会いました。大学1年生の時なんですけれども、私通学が電車を使ってたんですよね。で、地元が一緒なので利用する駅がまず一緒だったんです。で、同じ時間帯の電車に乗っていて、それぞれ別の大学に通っていたんですよね。その時に出会いました。はい、なので通学中です。初めて会った時の印象が、私がすごく強く覚えているのが、あれこの人どこかで会ったことがあるみたいな、なんかもう印象というか、なんか記憶のどこかでなんか会ったことがあるような気がしたっていうぐらい、なんか初めて会った気がしなかったんですよね。なんか昔どこかで話したのかな、いやどこかで会ってたかな、いや初めてだよなみたいな感じな印象を、この印象を抱くくらい、なんか初めましてっていう感じがしなくて、なんか最初からすごく話しやすかった。とても会話も弾むし、楽しい時間を過ごすことができて、そういう印象でした。彼がカンボジアとベトナムのハーフということを知ったのは、本当に最初から知っていたわけではなくて、会って3回目ぐらいの時に彼の方から打ち明けてくれました。実はっていう感じで打ち明けてくれたんですけども、なんか私もちょっとびっくりはしたんですけど、みたいな、そんな風に見えなかったっていうびっくりをするぐらい、そんなに、そうですね、カンボジア人ベトナム人っていう風には見ていなかったし、見えなかったし、普通に日本人だと思って接していて、育ちが日本生まれ日本育ちっていうところも影響しているのかなと後でちょっと思ったりもしたんですけれども、打ち明けられた時は正直びっくりはしたけど、なんか本当に少しびっくりしたぐらいで、そうなんだ、いいじゃんみたいな感じだったと思います。彼のこの印象に残るところってたくさんあったんですけれども、特に印象的だったのは2つあって、1つが本当にとてもフレンドリー、話し上手なので、初めて会った感じがしないところ。なんか、前も会ったことあるかなみたいな感じで、なんかお話ができたところがとても印象的だったのと、もう一つは、なんかこの話す内容っていうのが、いろんなお話があるじゃないですか。なんですけども、そのお話の中でもすごくポジティブな話だったりとか、プラスな話だったりとか、自分のことでもなんかこう下がる話ではなく上がる話をたくさんしてくれたことが印象に残っています。彼の家族、家の中では話す言葉が日本語ではないんですよ。なんですけれども、彼はやっぱり日本で生まれて日本で育って、日本語を多く話したことにより、多く聞いたことにより、日本語しか話せないというふうになりました。彼の家の話している言語なんですけれども、主には中国語を話しています。その中でも彼のお父さんとお母さんは広東語で、彼のお母さんと
おじいちゃんおばあちゃんは徴収語、それぞれ方言みたいなものが違うみたいなんですよ。言語が違っていて、めちゃくちゃ驚きました。だってうちでは広島弁しか話されてないですもん。もちろん私も結婚をしてから学んでみたいと思ったことは何回かあるんですけれども、ほんと難しいんですよね。なんか自己紹介とかはちょっと練習した期間がありました。私の名前はカレンですとかを、中国語で、北京語で練習した時期はありましたね。美味しいとか、こんにちはとか、ありがとうとか、そういう単語、接客で使えそうなものを練習したことはありました。でもやっぱり言語って触れてないと、ずっと触れてないと忘れちゃうんですよね。はい。もう忘れちゃってます。非常に難しい。この人だと思ったきっかけ。やっぱり彼と同じ時間を共に過ごしていく中で、やっぱり尊敬できる部分が多くあった。私にないものを彼が持っている。で、彼がないものを私が持っていて、それを上手に補っていける関係であったっていうところですかね。例えばなんですけれども、彼はすごく几帳面なタイプなんですよ。なんかやるぞってなったら、ぐっと何でも几帳面にやるタイプなんですけれども、私は全体的にまんべんなく几帳面っていうのか、すごく几帳面と大雑把の間ぐらいのいい感じにするタイプなんですよね。なので家事一つ取ってみても、日常の家事を私は上手にやりこなすんですよ。ただ例えば日本は年末に大掃除っていうのをやったりだとか、大掃除と言われる類のもの、換気扇の掃除だったりとか、お風呂の排水口の掃除だったりとか、なんかこういう大きい掃除と位置づけられていることに関しては私は本当にできなくて、そういうところをきれいに丁寧にできる人なんですよ。なので一緒に過ごしていても得意不得意がやっぱり違っていて、そこを上手に補えるっていう部分がどこにおいても多かったっていう点が結婚を考えるきっかけになりました。何年だ計算ができない。ちょっと待ってくださいね。18の時に付き合って25で結婚して7年ですね。これで約7年ですね。7年ぐらいお付き合いをして、そこから子供も生まれてっていう感じでステップアップしていった期間ですね。この約10年間、10年とちょっとはそういう期間になります。その間にも、一時的に分かれている、別々の道を歩もうかって考えた期間もあったんですけれども、それでもやっぱりお互いが必要だったよねっていうことで戻って12年とかになりますね。私たちの結婚式はガーデンウェディングのような形でして、特に文化や日本の文化とかベトナムカンボジアの文化にとらわれることなく、オープンなみんなが楽しめるような結婚式で進行を考えていたんですけれども、その中でも、彼の家族が大切にしている敬茶、尊敬の敬にお茶の茶と書いて敬茶という文化があるんですけれども、その文化だけは私がどうしても取り入れたくて、式の最後の方に敬茶というセレモニーを行いました。ですね、私が新郎新婦からお茶をお父様お母様、両親とかおじいちゃんおばあちゃんとかに配るんですけれども、配った時にお相手からご祝儀をいただいたりとか宝石をいただいたりとかして、お茶を交わすことで
絆をこれからよろしくお願いしますね、絆を深めていきましょうねというケイチャというセレモニーですね。私今子供がいるんですけれども、子供はもちろん私が日本語しか話せないので、子供も日本語しか話しません。なんですけれども、見せている動画だったりとか、Netflix、YouTube とか見せる時も、やっぱり私が積極的に英語の言語の歌だったり番組だったりを見せるようには心がけています。中国語は夫のお母さん、お父さんにお願いしています。まずは日本語、母国語なので、私たちが海外で生活することがない限り、まずは日本語をちゃんと習得してほしいとは思っています。で、習得できた上で並行して英語を学ぶなり、中国語を学ぶなり、クメール語、カンボジアのクメール語やベトナム語を学ぶのであれば、それは全然 OK だと思っているので、日本語のレベルが下がっている時に他の言語も取り入れちゃうと混乱を招く可能性とかもあるので、そこはやっぱり喋るものに関しては日本語をまずはしっかりと覚えてほしいなと思っています。子どもの行事って日本はすごく多いので、そこは平等に他のお友達はしてるのに私はしてないとか、僕はしてないっていう思いをしないようにさせてあげたいなとも思ってますし、向こうのお父さんお母さんが言うこういう文化があってねっていうのは大切に、できるものであれば大切に取り入れていきたい、できないものであればできるようにどうするべきか考えていきたいとも思いますし、そこは夫と相談しながら、夫がじゃあしてほしいって言うかもしれないですし、これはしなくてもいいかもって言うかもしれないですし、第一はやっぱり夫とそこはちゃんと協力して話し合ってやるやらないっていうのを決めてっていうので、子どもの成長にとってもより良い方法を選んでいきたいなと思っています。今日は夫のことについて話してみましたが、いかがでしたか？私とまた全く違う環境で育った夫と、また国も違うところで育ったご両親とおじいちゃんおばあちゃんといるので、どういう風に家族で過ごしてますかとか、こういう時どうしてますかとか、いろいろ疑問が浮かんでくるかもしれないんじゃないですか。そういう疑問がもしあったら、またコメント等で教えていただけると嬉しいです。私も答えれる範囲でお答えできればなと思います。それとビデオの説明欄に私たちの文法コースの紹介もあるので、ぜひチェックしてみてください。道元さんのコメディ動画を使って私たちの選んだ日本語の文法ポイントを解説したりしています。道元さんの肯定アクセントと発音のコースもあるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。ネイティブスピーカーのように聞こえるコツがよくわかる動画の一つです。それでは皆さん、最後にいいねボタンとチャンネル登録を、何これいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。これからも日本に関することや日本語を学ぶコツなどをお届けしたいと思います。それではバイバーイ。